教場レクイエム。まず、この映画は教場シリーズのシーズン3の後半です。なので、まずシーズン1、2、そしてシーズン3前半があってのシーズン3後半。それがまず教場レクイエムです。なので、この前の話がまず結構あって、それでこの映画となっています。それでまずネタバレなしパート。みんなの評価は、まずネットの評価では、教場レクイエム映画 .com 3.75 の人が 26%、4の人が 52%、3の人が 19%、2の人 2%、1の人 1%。なので4か5が多いっていう感じになってますね。それで、また他のサイト IMDB。これは英語でのサイトですけれど、評価 6.1、10中の 6.1、11。てか、まず数が14しかないうちなので、あんまり当てにはならないんですけれど、映画好きの人だったりが多分見て、こう、評価してると思います。で、大体が6が一番多い。まあだから、60点かな、みたいな、70点かな、みたいな人もいるし、1ってつける厳しめの人もいる。そういう評価ですね。あとちょっと気になったんですけど、この教場バックステージトークも YouTube に公開されてるようなので、興味がある人は見てみると面白そうです。あと舞台挨拶、初日舞台挨拶、大ヒット上映中、東宝ムービーチャンネル。でそれでみんなの評価。まあ日本だとだいたい4が多い。で5も多め。それで今度は個人的な感想に行きます。個人的な感想として、どのような人にはおすすめか。教場シリーズファン、そして木村拓哉さんファン、で、その他の出演者に推しがいる人にはおすすめです。で、そして今度おすすめしない人、こういう人にはおすすめしないなというのは、変わった脚本の映画が見たい人、ハッピーエンドが嫌いな人、ベタが嫌いな人、そんな人には他の映画があるやろというようなテレビ映画なんですね。で、個人的には結果70点。だから星4つみたいに5つ中4のような、そういう感想です。でもこれが別に悪いとかでもなく、ポイントはおすすめの人にもおすすめしない人にも、どんな人も70点、80点の映画。つまりテレビで流れてたら面白く見れる。けど映画館でわざわざお金を払ってみるかな、どうかなというところが分かれ目の映画だと思います。なので役者さんのファンの方には見たこと自体が思い出になるので90点かも。だからテレビで流れてたらみんな、なるほど、なるほどね、はーっと見るような映画だと思いました。そしてもしこの出演者の方に好きな人がいるだったり、教場自体がシリーズが好きな人には見て損はしないだろうなと思うんですけれど、逆にそういうベタを逆張りする、そういうのが嫌いな人っていうのには別にわざわざこの映画をおすすめしないだろうなというような、そういう感想です。そして何より分かりやすい。やっぱりミリーで見てみんな分かる。テレビドラマシリーズは見たが、ネットフリックスの前編があることを知らずに映画館に私は行ったので、当日話がわかるか不安だったんですけれど、問題ありませんでした。小学生からご年配まで来ていたし、わかる内容。逆に言えば、毒がないですね。なので、すごい、ものすごい不快だとか、意外だとかがなく、ファミリーで見やすい、みんなわかる。今日映画これ見て、楽しかったねって、それで、じゃあご飯行こうってなるような平和な日常、その一部の感じでした。なので逆に言えば毒がない。これを見て人生が変わったという人はあんまりいなそうな気がしますね。そして音楽、カメラワーク、演技、良かったです。特に警察学校で訓練中という緊張感が
整列というシーンが結構何回も出てくるんですけど、毎回ピリピリするのが、とてもその空気感っていうのが演出されているのがとても良かったです。そしてこれはテレビ映画ならではっていう感じですけど、音楽が押し付けがましいまで感情をコントロール、演出していて、ここは感動してくださいと分かりやすい。だからこの映画が分からない映画だったねとはならないのがいいところだと思います。なので最高峰のテレビ映画。なので例えばテレビで見ていると、例えば途中でちょっと料理しなきゃとか離れてしまって数分離れても多分わかるだろうというようなすごいわかりやすい映画です。そして木村拓哉さんのこういう共感なんですという説得力がすごいと感じました。他の役者さんがやると、例えばアニメの実写がコスプレ映画になってしまいそうなキャラクターなのですが、そういうある意味ファンタジーの架空の人物なのに説得力を持たせる渋みがとても良かったです。そして小日向さんの笑顔で木村拓哉さんの鬼教官をカバーして学校を管理しているアメとムチのような雰囲気が映画の絵的に深みがあるようで良かったです。特に小日向さんが多く出てくるわけじゃないんですけど、そういう印象を受けました。そしてここからはネタバレありです。ネタバレありの解説に行きます。まず三角関係。この映画の序盤でまず生徒の三角関係ですね。彼氏、彼女、元カノがあって、彼女と元カノの不穏な空気と何が起こるんだというようなちょっとしたミステリー感がありつつ、その中で誰が悪いんだというようなのがちょっと見ている人にも予想させるような。で、多分その感情移入的には、観客の感情移入的には、この彼女が悪いだろうっていうような方に演技的に、演出的にそう見せてるような感じがしたんですけれど、その元カノの最終的には悪役になってしまうんですけれど、ここまでのステップが謎解きのような、これが何かするんだろうなっていう予感はありつつ、じゃあ何をするんだっていうのをちょっとしたクイズというか推理を観客にさせながら見ていくようなそういうエピソードで、なので飽きずに見ていられましたね。エピソードがこう何個かつながっていくことで、本当にドラマの1話みたいな感じに、それでこう次のドラマの輪に続いていく、話に続いていくという感じでした。そして140分っていう時間が中途半端な長さだなと思うのが、映画にして120分とか90分ぐらいが見やすいと思うと、少し長めなのが、それかどういう理由なんですかね。この三角関係エピソード、これがカットされていれば120分で映画ちょうどぐらいだったのかもしれませんね。何かどっかが追加されたエピソードだったのか、これはちょっと140分の映画なのかどうしてなのかっていうのはちょっとわからないですけど、ちょっと考えたところでした。続いて出てくるエピソード、近隣トラブル。そしてこれもまた大きく3人出てきていて、隣人、走るのが得意なランナー、警察姉、そしてその妹の3人。隣人、ランナー、警察姉、妹。警察学校に通う姉。そして隣人トラブルがあるという妹。そしてこの2人での間でその兄弟愛があって親密な関係性、仲の良さっていうのがまず描かれていき、そしてこの妹の方から最近ちょっと隣の人が怖いんだよねというような相談を受けて、どういう隣人なのかっていうのが最初はわからないまま、ストーカーなのか、この妹が好きなストーカーなのかというような想像を巡らせながら観客を見ていくんですが、この隣人の感じっていうのは不思議でしたね。そんなことに巻き込まれてしまうのかと思うと怖いのはあるし、その妹がじゃあどうするのが良かったのかと
というのも多分人によって分かれるところだと思いますね。引っ越すのがいいのか、それとも早めに警察に連絡して相談していればよかったのか、話があまり通じなそうなタイプの人だと思ったので、この場合はどうにか引っ越しができたらよかったのかなと思いました。話して解決するタイプの隣人でもなさそうだったので、そうですね。あなたの意見はどうでございますでしょうか。もしこのような隣人トラブルがあった時どうするのがいいのか。この妹がある意味殺人でもないような、ある意味現場に巻き込まれ型で、でも自分が殺してしまったとなるのは怖いから通報はしなかった状況で、その場合妹はじゃあどうするのが良かったのか。先に警察に通報してたらより良かったのか。そして姉がこの時にちょっと隠すように関わらなければいい。何もしないで大丈夫だよと言ったのが、それが本当にいい決断だったのか、どうなんですかね。容疑者になることは覚悟した上でも早めに相談させるべきだったのかもしれないんですけど、罪がないのを証明できずに殺した妹が隣人を殺してしまったとなってしまったら、それも冤罪が起こる可能性もなかったから難しいところだと思うんですけれど、人間関係、隣人トラブル、騒音トラブル、恐ろしいのは人間ですね。卒業式の真犯人、隣人トラブルのエピソードが終わってから、この事件の始まりのあたりでは確か社会学を学んでるような、警察学校はどういう組織なのかみたいなのを分析するようなデータ型生徒、警察官生徒とカメラマン、カメラ警察カメラくん、だからデータくんとカメラくんがエピソードでは出てくるんですけれど、もうネタバレありのパートなので言いますが、卒業式エピソードの序盤の方では誰が何をするんだというような、そういうような心理的な盛り上がりになっていくんですけれど、結果的には前に警察学校を退学した生徒が木村拓哉の役に復讐をすると言って爆弾を仕掛ける、そういうようなエピソードでした。訳のことに気になるというか、個人的には卒業式に壇上で犯人が演説のようにしている時に早く取り押さえたくなる、そういうのがすごい気になりました。爆弾の起爆装置を持っているのはわかるけれど、どうなんですかね。実際にあったらどうなのかっていうのが、様子を見るのか、あの距離感にいたら早めに取り押さえてしまうっていうのが早いような、そういうような気になってしまうんですけれど、警察学校の卒業生の多分そのクラスだけが残っているっていうような、その状況っていうのが、それは映画だからそこにいてほしいっていうのはわかるけれど、他の親だったり関係者っていうのは多分逃げていたので、一緒に逃げる方が自然なんじゃないかというのが頭の隅でよぎってしまいました。他の警察学校の他のクラスみたいなのがちょっとあまりわからないんですけれど、あるようで、あそこに後ろの方に座っていたような気がするけど、いなくなっていたんじゃないかなと思って、多分に避難していたのだとしたら一緒に逃げるのが自然な気がするので、どうかなと振り返ると思いました。そしてこの卒業式爆破事件の次、この卒業証書受け取りシーンですね。ここでテレビ的な感動シーンっていうような、そういう演出シーンっていう感じでしたが、この卒業証書受け取りで涙ぐむ生徒を見て感動する観客っていうのが何%くらいいるのか、個人的に気になりました。どうなんですかね。もちろんここで感動してる人もいるのだと思うんですけれど、多分そういうデータ的な根拠があるからそういうシーンを入れているんだと思うんですけれど、どうなんですかね。そもそも映画を見てそのレビューを気になるタイプの人が
ここで感動するタイプなのかっていうのは、ここで感動した、涙したという人は、ぜひコメントをお願いします。ここで感情を移入する人っていうのがどれぐらいいるのだろうかというような気がしました。でももちろんこの卒業式ってあることで、何かしら話のフィナーレのような、終わる、クローズする、クロージング、そういう、シーンだっていうのは分かりやすいし、話の流れ的に、卒業式終わりますっていうのは、流れとしては、すごい分かりやすいから、そういう理由なのかもしれませんね。で、その他の個人的な感想というか、見ながら思ったことですけれど、この映像のデータがなんかエラーがあって、スライドショーがうまく流せません。共感どうしましょう。ハードディスクをカメラくんが持ってきたときに、このハードディスクにウイルスが入っていって、それを教官のパソコンにウイルスを混入させるために持ってきたのかと個人的には思っていて、そうなのかなと予想しながら見ていたんですが、そういうわけではなかったんですけど、そう考えると、この結果的には写真の写り込みがあって、そのデータくんがスマホを持っていて、それでちょっと悪いことをしていたっていうのが結果的にはわかるんですけど、スマホを休みオフの日以外に持っているのは違法だったようで、だからカメラくんはデータくんがスマホを持っていることを知っていたけど、それを隠そうとしていたんですね。だからそれがこのハードディスクを渡した映像のデータを教官に渡した時にちょっと違和感があるような演技をしていたのがそういうことだったんですね。それと同時に今度データくん、写真に写った側が他に解決方法がなかったのかなと思いました。例えば写真をこうクロップさせるとか、それにそもそも写真自体あれをクロップしてる方が絵的には良さそうな風になるんじゃないかなとも思ったんですけど、あとは例えばデータ自体をそのパソコンで消してしまって、それで、流せなかったとさせる方法とかどうなんでしょうか。このあたりも他の映画的、ストーリー的な演出っていうのが他に交互だったらより良かったんじゃないかっていうのが、何かアイデアがあったらぜひコメントに書いてみてください。卒業式が終わった後のエピローグですね。木村拓哉さんの花壇の枯れた花を摘むシーン。これが振り返るとすごい良かったなと思いました。この時系列的に見てるときはこの花を育てる、生徒を育てる、そういうような育てるというような方向面で見ていたんですけれど、この立派に育った生徒、比喩的に言うと花壇の花ですね。綺麗に咲いた花、生徒を育てること、それとうまく馴染めなかった生徒にも教官としての責任を持ち、どうにかしようとしているというキャラクター、教官のキャラクターの現れだと振り返ると思いました。なのでその咲いた花っていうものに、そのために花を咲かすことにも頑張るし、そこで枯れてしまった花というものについても教官としての責任を感じている。それをどうにかしなきゃいけないと感じている。その教官というキャラクターの現れだと振り返ると思って、とてもいいシーンだなと思いました。そして本当の最後の最後のシーン。木村拓哉さんが教壇での書類を開くのに、書類に目をいかず、目線がまっすぐ向いたままで、書類を、ドキュメントを開ける、開く。なので、なんか違和感があるなぁと思いながら、カメラがずっと顔に行き、なるほどと思わせる。そういう演技が良かったと思いました。さて、教場レクイエム。まず、
役者さんがとても豪華だし、音楽もすごいこだわっているし、カメラもドローンのショットがあったり、見ていて、映画館で見ていても飽きずに見れて、それでいて、ファミリー層で見ていてもみんなわかる。少し気まずいシーンがもしかしたらあるという意見もあるかもしれませんが、そうですね、映画としては、テレビ映画というジャンルでは、すごい最高峰だと思います。それで、木村拓哉さんの演技と、この木村拓哉さんという、もう前振りがすごい効いていて、もうみんなが知っている。それでいて、この教場っていうので、こういう役だっていうのが、もう定着していて、それで、今回の映画版ので、演出であったり、画角であったり、カメラワークであったり、音楽であったり、それが豪華になっていて、テレビのシーズンでのことっていうのをさらに豪華にした、そういうような映画だと思いました。なので、この教場好き、そして木村拓哉さんファン、そしてこの出演している役者さんのファンにはとても面白く見れる映画だと思いました。ご感想をぜひコメント欄にお願いします。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。教場レクイエムのラストシーン、スタッフロール後、あのシーンは皆さんはどう思いましたでしょうか。映画館で終わった後、あれってみたいな、そういう声が上がりながら観客の皆さんがこう席を立っていくっていう、そういうような内容でしたけれど、ここではもうネタバレありなので言いますけれど、この義眼の反対側の目も白くなっていた。そして書類も手探りでやっていたので、見えていてもあまり見えていないのか、全く見えていないのか、それはわからないですけれど、何かしら目に負傷を負っている。両目で片方が義眼、片方が白くなっている目で、どういう状態なのかわからないけれど何かしらがあったというようなエンディングでしたけれど、千枚同士で反対側も刺されたんだったらもう片方も義眼になっているものなのか、それともアイスピックの犯人と例えば殴り合いの戦いであったり、何か薬品をかけられたであったり、毒ガスの中で何かしらだったりとか、どういうことですかね。それかものすごい怒りを長時間目に浴びさせられたとか、それとも何ですかね。そんなに月日は経っているようではなかったんですよね。なんか何十年後で何かとかそういうようなんではなく、時系列的には映画の最後のスタッフロール前のアイスピックの犯人と対面した。そしてその、数週間後、1ヶ月後、新しい警察学校の生徒が入学した。そういうように見受けられるから、時系列的には、日数的には1ヶ月とか経ってないかとか、それぐらいなように見られますが、もしかしたら小説版ではもう何かあるのかもしれないですけれど、皆さんはどう感じたでしょうか。ここではネタバレありでいいので、ぜひコメント欄に書いてみてください。映画教場のバックステージトークが YouTube に公開されていたので、それを見ていきたいと思います。時代とは逆行してますけどね。読みながら映像化していくというか、辛いものだけではなくスイートなものも欲しくなる。まずなんか雰囲気が全然違うから不思議に感じますね。全く別の人のような。すごいカジュアルで柔らかい普段のよくイメージする木村拓哉さんが
映画を見た後で見ると本当に別の人のような、そういう感じがありますね。中井監督と例えば3つ ABC の作品次にやらないかって声かけてくださった作品があって、いやちょっと拓也読んでみて ABC 全てで、分かった、じゃあ読んでみるねって言って、で読むっていう作業って、もちろんその文章を目で追って理解してっていう以外にもやっぱり僕の多分職業病だと思うんですけど、それをもう読みながら映像化していくというか、勝手に自分の中でで、なるほど A はこういう話か、じゃあ B はどういう、なるほどね、 C は何だろう、警察学校なんだそれと思って読み進めていったら、もう本当にちょっと頭おかしいんじゃねえかっていうような世界観だったので、せっかく中井監督と一緒に作れるんだったらこれぐらい、その中身としてパンクなものが作れたら面白いかなっていうことで C の教場っていう返答をしたら、拓也それ選ぶんだってなって、まずこの監督と木村さんの関係性っていうので、思いましたね。この ABC があって、だからもっと多分その木村拓哉さんっぽいようなそういう映画もあったり、この教場はもっとキャラが違うような、そういうような映画というかドラマだったので、そういう始まりだったんですね。なのでもしかしたら木村拓哉さん自身にもみんなが思い浮かべる木村拓哉像みたいなのがちょっと幅を広げたものっていうのを興味を持ったのかもしれないなと、そう思いました。そこがスタートだったので、相変わらず世の中がどんな状況に変化しても、一緒に作るものはパンクだなっていう形にはなってる気はしますね。時代とは逆行してますけどね。メンタル的にもフィジカル的にもその追いやられる、追い詰められるっていうことは今は良くないですよっていう世の中にどんどん変化していっているのに、風巻道香っていう人はそういうことを一切学習しないんだろうかっていうぐらい、全く関係なくその立ち位置のままで接しているので、だから長岡さんが作られているその教場っていう世界、この原作の教場っていうのの世界観とこのドラマとどれぐらい同じでどれぐらい違うものなんでしょうね。それもちょっと興味が湧きましたね。世界観、その人間をふるいにかける場っていういろんな教場とはこういうこうあるべきであるっていう、きっと何か条があると思うんですけど、もうここはフィクション現場の醍醐味といいますか、俺らフィクションやってるぜっていう、そこを思いっきり楽しんじゃってる部分ではあるんですけど、でも世の中的には実際に年間何千何万人の警察官を輩出している警察学校はいかに皆さんに辞めずに卒業してもらうかっていう、そういう方向で教育方針でやってますとか、そういうノンフィクション
がある上での思いっきりのフィクションを僕らやってるので。この警察学校の現場とかではこれをどう受け止めるんですかね。この実際の教場では、やめてくれと思うのか、それともこれぐらい、いい警察官を出すために頑張ってますと好意的に受け止めるのか、どうなんですかね。そこは、一つのへーっていう、こんな大変な思いしてんだこの人たちっていう。だフィクションとノンフィクション、そこも全く別のものではないっていうか、どこかでは触れ合ってるんですけど、この作品に関してはなんかその撮影現場自体がもう一つの教場になっているので、風間公親的な立場の教官は中井監督であり、で副教官としてそれぞれのセクションのスタッフが全員キャストを見ているっていう。だからキャストは全てみんなそうですね、仕事をしながらも、学んでいたではないかっていう、それは僕も含めてなんですけど、この教場の整列であったり挨拶であったりの時の緊張感っていうのが、画面越しでもピリピリ伝わってくるような、その、雰囲気っていうのがすごい印象的なドラマ映画でしたね。はい。すっごいありがたいのが、第1作目に作った時に参加してくれたキャストだったりスタッフの皆さんだったり、自分は風間として風間以外はやってないので、僕はそこまで頭抱えることはないんですけど、生徒役の方たちだったりっていうのはもう本当に総入れ替えに近い状況でやらせてもらってるのに、教場という一つの作品をなんかこう、築き上げたことに対してすごくこう胸を張ってくださってるっていうか、匂いもなければ目に見えるものではないんですけど、その価値観をずっとこう第三教場っていう場所でつないでる感じはしますね。たすきというかバトンというか、だからその普通さ、バトンってさ、渡ったらその渡された人の持ち方だったり握り方だったり、たすきの場合かけ方だったりもすると思うんですけど、たすきであったりバトンを渡した本人たちもなんかそれは変な無理やりの押し付けがましい強制ではなく、彼はどういう気持ちで、どういう思いで、どういう姿勢で、どういう向き合い方で俺たちのバトンを受け取ってくれたかなっていうのをしっかり後ろから見守っているような作品なので、なんかこれは共演者の皆さんには本当に感謝してるんですけど。勝手にもう笑えないですか？いやそんなことないですよ。だから結構本番ではすごい重いことやってますけど、それ以外ではすごい笑ってますよ実は本当に真面目にやってるから面白いじゃないですか。真剣にやらないとやっぱ面白くないし、だからその真剣に
重いことをやってる分なんか現場としてはなんか辛いものだけではなくすごくスイートなものも欲しくなるっていうような多分人間心理だとは思いますけど、まあきっとそれは第1作目からずっと同じ作品同じ世界観を支えてくれてきたスタッフだからきっとできると思うんですけど、この雰囲気っていうのがなんか比較するとなれば学園ドラマの生徒と先生っていうのがすごい一般的だと思いますけれど、この教場の厳しい、学生だけど社会人のような、ちょっと高校生の学園ものよりは少し大人でありつつ、それでいてさらに教官がものすごい厳しいという、逆に言うと、学園ものでこういう厳しいものっていうのはできないからこそ、警察学校っていうフィクションの警察学校という中ではこういう厳しい関係性のものができるから、この警察学校っていう、シチュエーションが選ばれた小説だったり、ドラマ、映画なのかもしれないと少し思いました。作った時監督は長え長えって言ってたんで、いや自分だろう撮影したのって思うんですけど、で撮影も要はいろんなカットを重ねて、そのカットもスタッフの美術スタッフのもう細かいところまで指摘して、いやあそこちょっとこのまんまじゃできねえなみたいな感じで散々時間かけて、ワンシーン140カットとかで撮ってる割には、今編集やってんだけど長えんだよって言ってるんで、何言ってんだこの人って思う部分もありますけど、その感じはだから、風間をやってる自分だからちょっとそう感じるのかもしれないですけど、かぶりますね。中江監督と風間公親っていうやつは、その現場、撮影現場行きますよーいっていうその瞬間、よーいはいっていうその瞬間って、その初歩的な僕らの作業なので、僕らはそこでしか関われないですし、だからもうそこを思う存分、やりきるしかないですよね。で OK もなかなか出ないですしね。出る時は出るんですけど、出る時は出るんですけど、だから本当死者を見た後に、いやあのシーンは本当何回もやったからねっていう今の長かったねって言ったら、いや本当にやったのよ何回もとかつってみんなおっしゃってましたけど、でもこの監督の現場の雰囲気であったりっていうのは、その映画を見ただけではわからないものなので、とっても興味深く感じました。それでいて、なかなか OK が出ないっていうような、そういう、現場だったのかと思うと、少し意外でしたね。やっぱりそのこだわりっていうのがすごい強く取っていたということですね。要は最終的に皆さんに見ていただくその瞬間っていうのは、何度もやったけれども監督が採取したのはこれだっていう、その瞬間なので。でも初号の試写を見せていただいた時に、もっと早く次の瞬間に行ってくれとか
でも正直こう始まってものの5分も経たないうちにあれ俺気づいたらもう3回ゾワッとしてんなとかで撮影現場にいたしやってるしその瞬間全然こうなるってこのあとこうなるって誰よりも知ってるのに親っていうぐらいこう感情を揺さぶられたりとか、目頭熱くなったりもしたので、まあ総合芸術ってやっぱ面白いですね柔軟な人なのかもな。だからその二面性こういう選択も君あるか。この死者での話っていうのも面白かったですね。もちろん脚本も多分本当の映画より長いぐらいの段階カットが入る前からのものも全部分かった上で見ていてもそれでもゾワッとするシーンがあった。やっぱりこの教場ってクラス教室でのビシッとこう整列するだったり、合わせるっていうののそういう集団での演技っていうのがそれが緊張感となって現れていてそれがとても印象的な映画だったので教官背後からの俯瞰で教室生徒がみんな緊張した面持ちで返事を大きくしてスッと立つであったりそういう所作の映画だとそう感じました。音楽であったりカメラワークであったりに合わさって表現されているそこが面白いと思うそういう映画でした。教場バックステージトークパート2を見ていきたいと思います。こういう選択も君あるからね。その二面性言葉も感情も球体ですからここでお前言うの多分いろんな人に実はタッチして聞いた方が多面性は出るんじゃない。監督とか全然違う意見だったら笑いますけどね、仕事としてやってるだけですとか言われたらどうしようかなと思いますけどお酒飲んだ時なんかこういう話するやつ嫌じゃん、俺嫌なんですよだからあんまりしないっすよね正直こういう話って。まあ今撮影をしていただいた上でこういう話をするのもちょっと照れくさくはあるんですけど貴重な瞬間なので、まあ、できる時にしときたいなとは思いますけどでもご飯食べてる時とかちょっと「お疲れ様でした」って言って杯交わしてる時にこういう話するのも僕一番苦手なのでされんのも嫌だしできる時にしようって感じです、はい、彼がよく生徒に突きつける退校届ってあるじゃないですか。学びたい。なんか確かにこうネットであるからこそこうパート1パート2と見やすくまとまっていてそれでなんかテレビ的な演出も範囲内でこうしっかりと見れるっていうのがバックステージトークいいと思いました。進みたい警察官になりたいっていうモチベーションを持ってる方たちに突きつける退校届、まあその撮影の撮り方彼の突き出し方で彼のその退校届に添える文言サインして持ってこいっていうその命令口調いきなり突きなんかふと思ったんですけどなんか最近 YouTube で公式で確か出たのでそれで見て思ったのかもしれないですけど笑うセールスマンってあるじゃないですか。あれで
ドーンってこういうのがあって、それで、まあ、お決まりのがあってっていう、そういう話の構成みたいなのがなんか形を変えた、そういう、エピソード型だなっていうような、そういうようなのを今回の映画を見て思いました。この場合では対抗届を出すっていうのが、そういう何かが結果こうなっていくっていうような、そういうストーリーのちょっと先読みをさせるような、そういうその過程にはじゃあ逆に何があるか、それを見てる人に考えさせるような、そういう構成になってるんだろうなと思いました。つけるもその障害物というか、お前これ超えてこいよっていうハードルなのか、なんかそういうすごく嫌な目障りですごくこう突きつけられたことに対するちょっと拒絶感というか、すごく嫌な存在に感じ取ってもらってると思うんですけど、どこかやらせてもらってる自分としては、その選択の幅を与えてるというか、その今そこに君はいるけど、こういう選択肢もあるからねっていう、必ずしも今ここにいて学んで、週末以外は携帯電話も取り上げられ、規則の中でこう時間を過ごしている中で警察官になろうとして日々いるけど、こういう選択も君あるからねっていう一つのチョイスを僕は彼は与えてるなって思いながら、実は思いながらやってるんですけど、見た目もあんな見た目ですし、設定上右目は義眼ですし、なんかもう勘弁してくれよって言いたくなる存在ではあると思うんですけど、実はなんかとても柔軟な人なのかもなっていう感覚ではやってます。はい。この風間という警察学校の教官のキャラクターっていうのが、皆さんどう思いますか？本当は優しい人なのかというか、優しさゆえに警察は向いてないよというのをドーンと退学届を突き出すことによってしかうまく言えない人なのか、どうなんですかね。優しく諭すように言う人情型だと、飴と鞭みたいにはうまくできないから、一人でやるには厳しくやる一辺倒なのか。皆さんはどう思いますか？本当は、いや、君にはこれは向いてないからこの方がいいよっていうような、結果的にはやめる方が社会であったり本人のためにあるような、そういうように全部なっていると思うので、その見定めは正しいし、やめるとしても本人にとってはやめた方が幸せであったりするっていうのが、ある意味優しさなのかなと思いますが、皆さんはどう思いますでしょうか？ぜひコメントで書いてみてください。この手拭いは何枚に見えるっていう、いや1枚です、いや警察官なら2枚と答えるべきだっていうのは、なんだろうな、その事件というものに対しての捉え方の二面性だけではないと思うし、
君たちを警察官にするつもりはないってもういきなり最初の授業で言ってますけど、多分その言葉とは裏腹な部分っていうのはきっと彼の中には、だからその裏がないと表をきっと口にもしないだろうし、だからその二面性という部分、そこは本当一度見ていただいて一面性として楽しんでいただいた後は待てよっていうのでもう一度体感してもらってくると、徐々にそのあぶり出しの絵じゃないですけど、あれっていう、こいつこういうことで言ってんのかやってんのかっていう二面性の向こう側がどんどんあぶり出されるような作り方にはなってんじゃないかなと思いますけど、要は現場でそういうことを目の前で部下を傷つけられ、最終的には命が失われっていう現場を退くという形式でもあるし、はたまた退いたのだろうかっていう彼が取った選択として次に要は進む。すごろくで言うと警察学校の教官になるっていうことはマスが戻ることなのか、今いるマスから次のマスに行くってなった時に次のマスがその彼の選択として第三者の目からすると退くに見えるのかもしれないけど、彼自身の中では現場でそういう経験をしたから一歩進むことができた。その進んだ先が警察学校の教官だったのかもしれないなっていう、僕はこの二面性っていうのが面白いですね。この原作の方でもしかしたらいろいろ描かれていたりとか、私が知らないのだけなのかもしれないですけど、もしかしたらこの教官の初期の教官の頃は違う教育方針だったとか、そういうのがもしかしたらあるのかもしれませんね。それで優しく教えていったけれど、その卒業した中ではとかいろいろなエピソードがもしかしたら忘れてるだけであったのかちょっとなかったような、見てないのがもしかしたらあるのかもしれないですけれど、厳しくすることでその将来警察官になる人、将来の警察官が亡くなってしまった仲間のようにならない、さらに昔の自分のようにならないように、それを考えた上が厳しさなのかもしれませんね。あそこまで厳しい教育をしないと頭の中に自分がその仲間を失った時の状況に対処できるような強い警察官を育てる、そのためにはっていうのを考えた上のカリキュラムであったり、警察官の選別方法、退学届、そういうようなカリキュラムなのかもしれないというような感想を今持ちました。二面性で彼のことは捉えたんですけど、風間公親というキャラクターの全てを知っていただく必要はある意味ないのかなと思うし、俺だって彼が住んでる住所知らないですからねあいつどこに住んでて、どんな間取りで部屋に植物が置いてあるのか否かとか、どんな
言葉が壁にかかっているのか否かとか、本当に休日の彼知らないですからね。皆さんはどう想像しますか？休日の彼、共感。なんとなく犬好きっぽかったり、和食好きっぽかったり、どうなんですかね。アクティブなのか。どういう性格なのか。性格診断とかだったらどういう感じなのか。家族構成であったり、好きな趣味であったり、どうですかね。何か、そういう想像があったらコメント欄にぜひ書いてみてください。まあ風間公親的にも彼が進んだマスに何て書いてあるかっていうのは皆さんに体感していただけると思うし、どうやってゴールテープを切るのかはぜひ楽しんでいただければなと思いますけど、言葉も感情も全て球体ですからね。もうどっからでも見ていいですから、大いに考えてほしいと思うし、そのだから考えてるのがストレスとかにしちゃいけないのがエンターテインメントだと思うし、考えたりその悩むっていうことすらも楽しい悩み、楽しいその考察っていうのにしていくのがそのエンターテインメントの現場の役目だと思いますけどね。早く見たいですね。いやもうなんかどんなのかもう聞けるんだったら早く聞いちゃいたい気持ちです。言おうか、じゃあ言おうか言おうか、その進んだすごろくのマスに何て書いてあるか。すいません。言うのってここでお前言うのってちょっとワクワクしてくれた技術スタッフさんを感じながら、やっぱり言うのはやめます。映画教場。バックステージトークも面白かったですね。撮影現場の裏側というのはなかなかわからないから、どういうものなのかなと想像するのも面白いし、こう話を聞いて、多分その監督視点ではまた違うのかもしれないんですけど、こういうのが聞けるのは面白いなと思いました。そしてこの教官役、どういう人なのかっていうのが、そういうのも考察するのが面白いとおっしゃっていたのが、確かにそうだなと思いました。それでこう想像の余地があるのが、それが教場という作品のシリーズがこう長く続いて、1、2、そして映画、ネットフリックスとあるのが、そういう強いキャラクターだけど謎も多い、そういうキャラクター性だからゆえかなと、そう思いました。